うるさいです。はいはい。ちょっと弾がどこに着弾したか見に行きましょう。はい。スコープで見えなかったんですか？いや、ここだろうっていうところはあったんですけど、あまりにもいいところだから、そこって。違うの。ちょいずれですね。スコープで見たときこの辺に見えたんです。この多分光の反射で。はいはいはい。6のところ。でも初弾一番最初に撃ったやつはやっぱり額引きっていうか、変に体に力が入ること額引きっていうんですけど、はだいたい中心よりちょっとずれたりするから、い。まあもう一回同じ調整で打ってみて、はここ狙って打って、はその次もここら辺に集団したら、はそしたらやっぱりちょっと右にちょっと上にずれてるってことなので、はいそしたらまたスコープの調整を変えて打ちます。はい。うそ、超外れてる。マジか。この2発目外れるのはね、いやショックでかいんです。2発目が中心に寄ってくれてたり、はい同じところにまとまってるともうスコープ調整が一気にしやすいというか、はい、1発目と2発目の差異がそんなにない、で1発目は額引きって言ってビビるっていうか気負ってる部分がブレに出るけど、2発目は落ち着いてるはずだから、2発目が同じようなところに行ったら3発目4発目5発目とスムーズにいくんだけど、だから1発目よりも2発目の方がまあ内側か同じぐらいのところに行ってくれりゃいいんだけど、でもっていう意識があるから2発目で額引きするっていうちょっと待ちましょう。重心が冷えるのを待ちます。はい。熱いんですか？熱くなります。1発目と2発目の間なので、まあ、どっちにしろスコープは高いんです、でちょい右、3発とも
あ、すいません、ありがとうございます。どんな感じでした？いやー消せぬ。でも腕は悪いってことなんだろうけど、最初右上の6ぐらい。最初右上の6で、その次がこの的紙の円の外れた上、ね、で次がその下、でとにかく真ん中より上だから、だからダウンのクリックをスコープして、右寄りだから左によるクリックをしたんです、はい、そしたら2発目と3発目の右上に来てるんですよ、逆行っちゃってるんですよでもそんな外れるなんか緊張してんのか、はい、片付けがと砲づくが良くないのか、ガスコープのスコープを逆回しちゃったとかはないですか？ない、まあ、とりあえず5発、次も1発撃ってスコープ変えないで撃って考えましょう。多分気負いが一番だと思います。なんか気持ちのもんって結構ありますよね。めっちゃでかいです、射撃。スコープがやっぱり大きく上に右にずれてます。はい、今撃ったのとさっき撃った4発目5発目の集団が同じところ行ってるので、はい、あとはスコープですね。だから1発目がやっぱり額引きして下に行ってたんです1発目の方が間違ってた。1発目がここ、はい、2発目がここ、はい、3発目がここ、はい、4発目ここ、5発目ここで、4発目から5発目は、左にやって下にやったんです、はい、でも下にやるクリックがちっちゃかったのと、はい、だから左はちょっと寄ってきた、はい、でもまだまだこれを最終的にここだけにまとめたいんです今日。はいはい、9の中、はい、だから5発結構いろいろあった5発だったけど、はい、でまああと10発目まとめられれば。どんな感じですか？今左右はあって、はい、でメモリクリックしたらちょっとずつスコープも降りてきたので弾も、だからもうちょっとスコープいじって、はい、左右さっきまで右の方に行ってたのが、今度中心線をそれて左の方に行ったんです、はい、2発とも、はい、だからもうちょっと
行き過ぎたので右に戻して、であと上下はもっと下にクリックする。これ模擬弾って言って、弾は出ないんですけど、射撃フォームの確認とかに使うんです。中心はだいぶ合ってきました。真ん中ちょっと見てみてくれ。すごい。やっぱこういう射撃場って来るんですね。狩猟免許および銃の所持資格の中でちょくちょく通って射撃技術の向上っていうのを心がけないといけないっていうのが法律の一つであるんです。最後のがここでもクリックをちょっと下目にやりすぎちゃったから、だから最後の打ってから今1クリック上げたのでここら辺に次は来るんじゃないかな。それはどっかで捨てるんですか？ずっと取っとくんですか？取っといてもいいし、なんか警察署行って銃の使用実績みたいなのを、銃の一斉検査の時に年に1回の検査の時に話しないといけないんですよ。その時にこれを持ってくか、これの画像を、だから日付とか射撃場とかいろいろ書いて、その画像を持ってったりします。ちゃんと打ってますよって。12345。うわすごい。まあこれだけ詰まれば。めっちゃ集まってる。いやもう一緒じゃないですか。もうここ。はい、1個だった。待ってたの。ここで待ってたの。やっぱちょいちょい調整とかってくるんですか？そうですね、スコープって結構ピンキリなんですけど、まあ普通に使える狩猟用のスコープつければまあそんなに狂わないんです。
で山の中で極端にぶつけたりしないと狂わないんですけど、それでも何か外れるなとかよく思った時はやっぱ射場来ないといけなくて、で僕の場合はスコープがずれてたっていうよりも100m でスコープを合わせてたんです。このスコープ調整することをゼロインっていうんですけど、100m でゼロインすると弾っていうのはその獲物に 100m の時に銃のまっすぐのところで、ぶつかるけど、実際弾っていうのは弓なりにこう放物線を描いて飛んでるんです。だから 100m でゼロインしてると 50m の獲物に対しては弾がちょっと上をかすめるんです。でこの前山でパッと右斜面見たら 10m のところに鹿がいて下半身しか見えなかったんです。で目測でだいたい距離10からないし15ぐらいにパッと見て、ですぐ銃構えるんですけど、僕の鉄砲は 100m でゼロインしてるんです。で下半身しか見えない。でもこっから 0.1 秒後に鹿がもう僕に気づいて逃げ出すかもしれないし、その鹿の上半身は木に隠れてるから、だからあと 2,3 歩行ったら上半身が見えるかもしれないけど、あと 2,3 歩動いたらバレるかもしれないから鉄砲構えてこの背骨のところを狙ったんです。背骨に当たればストーンと落ちるので苦しまずに、で背骨狙ってバーンと撃ったら距離10で外したんです。やっぱり僕の鉄砲は距離100でゼロインしてたから背骨の上を通ったんです。でも最近これは多少のおごりもあるし、まだまだこれから未熟な部分もあるんだけど、最近動物に肉薄するようになってきたんです。あんまり歩いててバレなくなってきたんです。狩猟を始めた初年度2年目3年目はやっぱりすぐバレて走られてたので、距離100ぐらいで勝負できないと意味がないと思って、僕はこのライフルを2丁目にハーフライフルを2丁目に選んだんです。でも最近距離100よりも距離230とか50とかで獲物に遭遇する機会が増えたから、逆に距離100でゼロインしたスコープを乗せたハーフライフルを持ってても意味ないんです。で距離50でゼロインした弾っていうのはやっぱり距離100を狙った時にちょっとだけドロップするんですけど、まだそれでも割と弓なりとはいえまっすぐ飛んではくれるので、だから距離80、100だったら獲物の上を狙えばいい。40センチぐらい上を狙えばいい。その自分が低い位置にいるか相手が高い位置にいるかとか高低差にもよるんですけど、だからとにかく100でゼロインするんじゃなく、今の僕の単独忍び猟だったら今日みたいに50でゼロインしてまた狩猟に行きたいなと思って今日は射場に来たっていう感じでした。めちゃくちゃ分かりやすいですね説明うますぎますね。前1月1日に一発だけ撃って1頭取って帰ってきた時に掃除してたけど、こっちから入れるのが正しいんですよ本当は。この重心って鉄製なんですけど、この鉄っていうのは中で暴発した時に弾け飛んだりしないように柔らかい鉄なんです。軟鉄だから、このアライアっていうのを先の方からこういう風に入れて気をつければいいんだけど、そうするとこの棒の隅でここの入り口を削っちゃうっていうんです。ここの縁を。だからこっちから入れましょうってことになってんだけど、でもこの僕のアライアはすごい柔らかい金属でできてるので、ちょっとやそっとでここが削れることもないし、今のガンオイルとはまた別ですか？これはパーツクリーナーって言って、水ではないんですけど、石油系溶剤っていうのとアルコール類だから、噴射しても錆びないし、蒸発するんです。で多分車とか
こういう工具とか精密機器に使うクリーナーなんです。こんにちは。今日射撃場です。お、射撃場。はい。ああ、射撃場来たら。はい、しっちゃん。じゃああ、どうも。あ、射撃場行ってきたんだ。ほら、今日うち行ってるのかなと思った。はあ。よいしょ。木切ってました。木切ってた。ちょっとね、あれほら、あれ。明日雪降っちの方行ってるからな。で、そしたら雪降るから。雪がこれ降る前にさ、ある程度枝だけ落としておけばいつでもこれ片付けれるけどさ、あそこ4トンが登っていかないから雪が降っちゃう。引き金を引くと、ここの穴から撃芯っていう針が出て、これが雷管を叩くんです。針が出るんですね。撃芯の芯は針っていう字です。ああ、なるほど。で、鉄砲保存するときはこのボルトと、鉄砲っていうのは分解して保存しとくっていう。以上です。以上です。これは何ですか？これおじやです。はい。おとついのみぞれ鍋のおじやです。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。寒い時はこういうのがいいね。